破壊地できてテンション上がるぜ。さあ今日もハッピーに戦艦バトルだ。大祖国の力を敵に見せつけてやるぜ。これまた大きい船に乗ってんな。で、なんて名前の船なんだ？今回はティア10ソ連戦艦のスラバに乗っていく。ソ連戦艦に乗るなんて久しぶりね。てかランダム戦も久しぶりじゃないっけ？そうだっけ？いや最近は非対称戦しかやってなかったわ。言うてエイム感覚は鈍ってないだろ？多分そこまで鈍ってないかな。なんか心配しかない。20キロ先にグローサーを発見。よりにもよって相手はドイツ戦艦かよ。しかも角度が悪いから弾かれそう。まあうまく構造物に当たればダメージを出せるでしょう。本当にうまく当たってくれるといいんだが、祖国の技術を信じよ。5発命中、1210ダメージ。やはりほとんど弾かれたか。予想通りの結果だな。おやおや、側面を見せたレピュブリクを発見。バイタル抜いてと言わんばかりに側面を見せてる。で、フランス戦艦は原則装甲に相当自信があるようで、その柔らかい装甲に砲弾を叩き合った祖国の技術力を敵に見せつけるのだ。だんだん祖国の色に染まって。6発命中、13092ダメージ。そんなバカな、バイタルを抜けないなんてあっていいはずがない。いや普通に当たりどころが悪かっただけ。それよりも命中数の割にダメージが微妙すぎない？この艦艇の飛行性能どうなってんの？スラバは最大ダメージが低めの406ミリ砲を装備してる。ダメージ低め、つまり弱いってこと？ノー、ダメージは低めだけど、代わりに貫通抑制ド弾速が優遇されてて強力。なるほど精度が優遇されてたから遠距離の精度が良かったわけか。そう。それに弾速もかなり速いよね。弾速も速いし貫通力も高い。つまり祖国の技術力は偉大だ。ダメだ、こいつの海そまで真っ赤に染まってやがる。7発命中、22738ダメージ。ドイツ戦艦には結構ダメージ入ったみたいだな。だがバイタルを抜けなかった。ドイツ戦艦のバイタルはカチカチだから。祖国の技術が負けていいはずがない。もう黙っててもろて。また側面を見せた野生のフランス戦艦を発見。野生のフランス戦艦ってなんだよ。てか戦艦また側面を見せてるのね。スラバ相手に側面を見せるとかいい度胸だぜ。5発命中、ほとんど有効打を与えられなかったわね。またバイタル抜けてないじゃん。今日は司法の調子が悪いようだ。エイムの悪さを司法のせいにするのはやめなさい。敵の雷撃機が襲来。対空戦闘用意、ボロボロ落としてやるぜ。いいぞその調子だ。雷撃機どうやら逃げてるみたい。フッツラバの対空火力に恐れをなしたか。とりあえず二撃墜。いい調子だ。全弾命中、18759ダメージ。さっきのフランス戦艦に有効打を与えたぞ。ほぼ最大射程の敵にフルヒットしてたね。こんなものスラバにとって朝飯前さ。そんならバイタルも朝飯前で抜いてくれ。いやなんか言ってもろて。島影から出てきたグローサーを砲撃じゃ。またグローサー、さっきから同じ敵しか攻撃してないじゃん。いや近くにいる狙いやすい敵が少なくて。5発命中、あまり有効打を与えられなかった。祖国の技術をドイツが上回るというのか。ドイツ戦艦が硬いのもあるが、単に狙いが悪かっただけだろ。して今前線の味方が撃沈された。そんな嘘だろ。いやまあ味方が優勢だから気にしなくて大丈夫でしょう。せめてもう少し気にしてあげて。島影から岩見が出てきそうだから待ち伏せする。出たな秘境戦法。いつの時代も奇襲が有効戦術なのです。そして相手は格下の日本戦艦ね。格下相手なら簡単にバイタル抜けるはずだ。なんかクラブに聞こえるような。決して回収しないので安心してください。きたー。5発命中、48887ダメージ。それと破壊的一撃も獲得。完璧に決まったわね。戦艦の破壊地は久しぶりだからテンション上がるぜ。それでこれからどうするの？敵が C 拠点側に集まってるし、自分たちもそっちに移動かな。てか C 拠点側に敵が集まりすぎだろ。さすがにこれは。まあ敵が C 拠点側に集まるなら包囲できる。で、陣地も味方が優勢だからこれは勝ち確定ですな。余裕かましてると負けそうな予感が。まさか、そんなわけがないじゃないですか。またグローサーに砲撃じゃ。なんだまたかよ。後部飛行の弾が島に吸われたわね。しまった、攻撃するタイミングが早かったか。6発命中、12374ダメージ。なんかダメージが思ったより微妙ですな。全部飛行でそんくらいダメージ出てや十分だろ。それよりも味方が減って劣勢になってない？どうしてこんなことに。陣地はこちらが優勢だけど、敵との関係差が絶望的ね。この状況からでも勝つことってできますか？いや厳しいだろ。やっべ、側面からソユーズが出現。それよりも敵がどんどん突撃してきてる。数的にこちらが圧倒的に劣勢。これは逃げるしかねえな。てかさっきよりもさらに味方が減ってるじゃん。で、敵の数は一切変わってないと。もうそれ以上は。さっきからグローサーの副砲の雨が降り注ぐ。相手の副砲の射程から早く脱出しないと。今急いで離脱してるが、それと遠方から魚雷も向かってきてるぞ。駆逐艦が側面に潜んでるのは厄介だな。こういう状況だとソナーが欲しくなるわね。まったくほんとだよ。よし、遠距離のソユーズに砲撃じゃ。ソユーズの角度が悪いから弾かれそうな気も。もう運に任せるしかねえ。めっちゃ適当じゃん。して敵戦艦からゴリゴリ削られてる気がするけど、気のせいだったりする？お気づきになりましたか？もしかして結構装甲が薄いパターンか。その通り、スラバは全体的に装
鋼が薄くて、特に戦艦からゴリゴリ削られる。なるほど、だから弾受けは基本苦手と。そういうことです。あの戦艦の角度が悪くてダメージが入りそうにね。でも攻撃しないことには倒せないぞ。横向けてくれるといいんだけど。むしろ旋回して防御姿勢を取り始めたわよ。あいつは厳しそうだ。よし、別の敵を狙うとする。となると接近中のグローサーあたりか？グローサーは、と良さげなタイミングで巡洋艦が接近。あの角度の巡洋艦ならダメージを与えられそうね。さて結果はどうなることやら。2発命中、3993ダメージ、回避されたか。それより近くに駆逐艦が出現。これまた厄介なタイミングで。どうする？沈めるか？駆逐艦と距離があるし、攻撃は味方に任せるとしよう。随分人任せね。やばい、やばい。大量の魚雷が押し寄せてきてるじゃん。そういや側面にも別の駆逐艦がいたんだった。完全に避けるのは無理そうね。2発は当たるか。これ絶対ドブップブベや。運よく魚雷1本で済んだ。ほんと2発当たらなくてよかったな。よかったけど、また狙われることを考えると気が休まらねえ。確かに。角度が悪いけどグローサーを攻撃。この角度は全部弾かれそうな気しかしない。いや、構造物に当たればワンチャンあるかも。5発命中、12209ダメージ。思ったよりダメージ入った。それに四方もダブルで破壊したぞ。やっべえ、四方をダブルで破壊するのは初めてかも。確かになかなか見ない光景よね。次は榴弾での攻撃じゃ。榴弾を使うのは今回初めてだな。スラバは AP ばかり注目されがちだけど、四方精度がいいから榴弾も普通に強い。なるほど。 6発命中、火災を発生させた。この火災でグローサーを沈められるといいが。そこそこ HP が残ってたから厳しいと思う。それより味方の艦艇数が2隻になってない？嘘だろ。それに比べ敵は9隻も残ってるぞ。こんなの逆転無理だろう。もう諦めるしかないやつ。仕方ない。自分が沈められる前にあの駆逐艦を沈めてやる。敵は見えてないがなんとなくで攻撃だ。適当すぎるでしょ。当たりますように。意外と当たりそうな予感が。来たー。敵駆逐艦を撃沈。そして魚雷も来てるこれは避けれないな。終わったー。ワンチャン耐えれたり。最後の味方も沈められちゃった。仕方ないというわけで今回はここまで。完全に諦めやがった。それじゃあバイバイ。